1945年2月19日、アメリカ海兵隊が硫黄島に侵攻。硫黄島攻略デタッチメント作戦が始まった。硫黄島の守備隊は栗林忠道中将率いる2万933名。アメリカ軍は上陸部隊だけでも硫黄島の日本兵の5倍以上、周辺に展開した支援部隊を合わせれば12倍以上の兵力だった。アメリカ軍は上陸に先立ち入念な爆撃と艦砲射撃を行い、潤沢な物資を用意。硫黄島を5日、長くても7日で攻略する予定であった。2月28日、米軍の硫黄島上陸から9日、激戦を経て、すり鉢山を含む硫黄島の半分を制圧した米軍は、軍用郵便局や200床のベッドを持つ野戦病院を作り、哨戒飛行艇や観測機の運用を始めた。それまでの殺伐とした風景は基地の体裁を整えつつあった。同日、揚陸指揮官エルドラドでは、ガダルカナル島の戦い以来、主要な上陸作戦で指揮を執り、水陸両用戦世界一のエキスパートとして厚い信頼を受けていた。ホーランド・スミス第56任務部隊司令官が、硫黄島の攻略の多少の遅れも気に留めることなく、従軍記者を集め、激戦が行われているが、日本軍は水に不自由し、負傷兵の治療にも事欠いている。今は断末魔の状況だ。あと2、3日でこの島を取ると豪語。戦いの行方を楽観していた。スミス中将の配下、海兵隊員の多くも、戦闘は峠を越したと考えていた。こちらは、スミス中将が島を取ると語ってから2日、第3海兵師団に同行したと思われる従軍カメラマンが撮影した3月2日の記録です。映像は第3海兵師団キャンプから始まります。オリジナルは無音声。1945年3月2日という日付とメモや映像内容をヒントに、おおよその場所を記してみました。勤務中の MP、ラストシーン、勤務中の MP。最後の一行は第3海兵師団キャンプの略だと思われます。カメラマンの名前、ロール71、3月2日、作戦11日目、第3海兵師団オペレーション3フェーズ2、硫黄島。キャンプ内は穏やかに見えますが、硫黄島の戦いは戦場を島北部に移し、激戦が行われています。この日も主要陣地の一つ、382高地で戦闘が行われ、日本守備隊は382高地を失い、米軍は610名の損害を出しています。硫黄島は緑の島ですが、米軍の艦砲射撃、空爆、ナパーム弾で焼き払われ、
映像内で緑らしきものは見当たりません。日本人捕虜の様子。アメリカ兵に地下坑道の出入り口を教えています。アメリカ軍の戦い方は、地上の日本守備隊に激しい集中砲火を十分に浴びせた後、海兵隊が進軍、地下陣地や拠点を確保していきます。守備隊は敵の砲撃中、このような地下坑道を伝って敵の背後に回り、米軍に大損害を与え、時には全滅させています。案内をしているのは半島系日本人捕虜。坑道内の日本人に出てくるように投降の呼びかけを行っているようです。10海軍少将は硫黄島の戦いを、本戦闘の特色は敵は地上にありて友軍は地下にありと表現、大本営に報告しています。この辺りは陣地跡でしょうか。複数の坑道が集中しているようです。硫黄島の火山岩は柔らかくて掘りやすく、セメントと火山灰の相性が良く、高品質のコンクリートで固められた陣地と坑道は空爆や艦砲射撃によく耐えたそうです。右ハンドル、日本車両の残骸です。坑道から出てきた半島系捕虜が偽アメリカ兵を反対側に案内し、坑道の中の日本人に投降を呼びかけているようです。上の文字は分かりませんが、偽アメリカ兵による尋問が書かれています。メモにある2世の文字から日系2世の境遇が伺い知れます。
メモにあった尋問はこのシーンのことでしょうか。硫黄島守備隊は30度から50度にもなる地熱の中で地下陣地や坑道を掘り進め、その多くは相互支援が可能だったそうですが、地下坑道のいくつかはこのような形で失われたようです。硫黄島からの手紙。残念ながら多くの部分は読めません。日本兵の坑道を利用した巧みな戦闘に苦しんだアメリカ軍は、ニミッツを含む多くの将軍が毒ガスの使用を検討。統合参謀本部議長ウィリアム・リーヒ海軍元帥の反対の意見具申と国際的非難を恐れたルーズベルト大統領の判断で毒ガスの使用は回避されています。偽アメリカ兵は半島系捕虜の助けを借りて75、6名の半島系日本人を捕虜にしたそうです。偽アメリカ兵と半島系捕虜が坑道の日本人に大丈夫だから出てくるように名前で呼びかけたそうです。坑道は南北と東西に通じ、ここに火炎放射が投射されたそうです。務めを果たそうとする日本人と降伏したい半島系日本人が坑道内で争ったようです。日本人がアメリカ兵か捕虜を撃ち、海兵隊員が日本人を撃ったようです。このメモの内容は他のメモや映像と前後の整合性が取れていませんので、編集ミスの可能性があります。スピーカーを搭載したトラックが坑道に近づけなかったことが書かれています。おそらくは投降を呼びかけるためのスピーカーではないでしょうか。2時間後、半島系日本人は坑道から出て、玉砕覚悟をした日本人は自らの手で出入り口を閉じたそうです。投降を望む半島系日本人を外に出した日本人は
地下陣地の出入り口の一つを自らの手で塞ぎ、水、食料、武器弾薬の不足に苦しみながら一生懸命に戦いました。硫黄島の海は450隻の敵艦で埋め尽くされ、時折現れる特攻機以外援軍もありません。硫黄島の戦いは勝利なき戦いでしたが、守備隊はこの映像の後も3週間以上アメリカ軍を足止め、守備隊はその 95%、19,900 名が戦死または行方不明となるまで、この小さな島で務めを果たし力尽きました。上陸作戦開始直前2月16日、スミス中将は記者を前に、攻略予定は5日間、死傷は15,000名と語り、その被害予測の大きさはアメリカ国民を驚かせました。実際の戦闘では予測の約2倍、28,686 名のアメリカ兵が死傷し、その損害は日本軍の被害を上回りました。海兵隊は単一作戦において史上最大の損失を出し、栗林中将の指揮能力、日本兵決死の覚悟と国防への強い思いをその身をもって知ることとなりました。硫黄島攻略の主力第3、第4、第5海兵師団は損耗が激しく、沖縄戦に参加することはできませんでした。硫黄島守備隊の徹底抗戦で当初の予定が大きく狂ったデタッチメント作戦は、海兵隊史上最も野蛮で高価な戦いと呼ばれ、アメリカ本国で問題となりました。ただでさえ多く見積もられた死傷者の約倍の損害を出したスミス中将は、軍上層部の不況を買い事実上解任。信用を失ったスミス中将の姿は続く沖縄戦だけでなく、連合国晴れの部隊戦艦ミズーリ艦上、